もしあなたの会社や学校の人があなたが死ぬと分かっているのに助けてくれなかったらどう思いますか？ 1922 年のアメリカニュージャージー州で一人の女性が歯医者に駆け込みました。女性は歯の痛みを訴えたんですが、治療しても良くなるどころか痛みは強まるばかり。歯茎が腫れ上がり、膿が溢れ出て止まらないんです。数日のうちにほとんどの歯が抜け落ちてしまいました。再び治療に訪れた歯医者でさらなる悲劇が起こるんです。医者が口に指を入れた途端に下顎の骨が崩れ落ちたんです。結局彼女がもだえ苦しみながら死に至るまで医者は何が原因なのかわからなかったんです。そして後に真実が明らかになった時、全米に衝撃が走りました。彼女の死因とはラジウムだったんです。一人の女性から始まったラジウムによる死の連鎖。亡くなった人々の共通点は一体何だったのか。そこには私利私欲に走った企業の腐敗があったんです。アニョハセヨ、韓国料理とマッコリでクイッといきたいよ、ケンちゃんです。キラキラ光るもの大好き、闇闇子です。キラキラ。本日ご紹介するのはある企業が起こした悲劇、ラジウムガールズについてなんです。アイドルみたいなグループ名じゃんみたいな感じ。でもラジウムですよ。まあそうね、物騒だわね。実際にはね、労働者権利獲得のためにね、立ち向かった女性たちの勇敢な話なんですけど、その裏にはですね、もう狡猾なね、情報操作とかもいろんなことがあったんです。というわけで早速どんな話なのか見ていきたいと思います。光り輝く女性たち。遡ること105年前の1917年、アメリカ・ニュージャージー州。ラジウム社はカルノー石という鉱石から光る物質、ラジウムを抽出し、暗闇の中でも光る塗料を作っていました。光る塗料が使われたのは、主にアメリカ陸軍用の夜光時計。ちょうど第一次世界大戦が行われていた時代。夜でも光って見える文字盤は重宝され、ラジウム社は大幅に事業を拡大していきます。そして、この文字盤を塗る仕事を行っていたのが、若い女性たちでした。自分の父や兄弟が戦場に行っている女性たちは、国家の役に立ちたいという思いが強く、ラジウム社の求人には多くの応募が集まりました。さらに女性労働者の賃金が非常に低い中、ラジウム社の賃金は通常の工場の約3倍、まさに憧れの職場だったんです。こうしてラジウムを塗る作業のために70人ほどの女性が雇用されていました。そんな彼女らは世間でラジウムガールズと呼ばれ、夜の遊び場でも目立つ存在でした。なぜなら仕事中に洋服についたラジウムが光り輝くから。ダンスホールに行く日にはとっておきの私服を着て仕事をする女性もいたそうなんです。なんだかすごい楽しそうでいいじゃない。ですがね、そんなね、遊びに行くようなね、格好でやるような仕事ではないんです。小さな時計の文字盤を塗る仕事には繊細さが求められました。時には幅 3.5 センチしかない文字盤の文字を塗るような細かい作業だったそうなんです。そのため会社は彼女たちにこう指示をしていたんです。ラジウムを塗る筆を舐めなさい。どういうこと？舐めるって口でってこと？そうなんです。効率よく作業するために唇とかね、舌で筆の先をね、こう細くするように整えてくださいってこう言われてたんですけど、そこにはラジウムがあるんですよ。ラジウムがあるんでしょ？そうなんです。大丈夫じゃないわよね。というわけでね、ラジウム聞いたことはあるけど、一体どんなものなのかね、わからないね、メトラーの皆さんもいると思うんで、本日のメトラキーワード、ラジウムについて。ラジウムとは1898年にピエール・キュリー、マリ・キュリー夫妻らが発見した放射性元素。暗闇で青白く光り、非常に強い放射能を放出するんです。実はラジウムを発見したキュリー夫人は放射線被曝により様々な病気にかかっているんです。彼女の最後はラジウム被曝による骨髄機能低下による死亡。ラジウムの放射能が半減するには1600年もの年月がかかるんです。キュリー夫人が残した本やノートも2022年現在も放射線を発するため鉛の箱に封じられ、閲覧には防御服の着用が必要なんです。つまり普通の洋服で扱うのはもちろん、舐めるなんてとんでもないほどラジウムは危険なものだったんです。めちゃくちゃ危ないじゃないのこれ。会社知ってんのかも。もうね、憧れのね、職場のはずだったラジウム社なんですけど、こいつらもめちゃくちゃ悪いやつなんですよ。ラジウム社の経営者や研究者の間でラジウムの危険性は認知されていました。そのため彼らは鉛のエプロンやマスク、トングなどを使用して慎重に被曝を避けていたんです。一方、女性労働者たちには何も知らされず防具なども与えられませんでした。それどころか筆を舐めるのを躊躇する女性にはラジウムは頬をバラ色にしてくれるよと囁いたそうなんです。気持ち悪いな。メトラの皆さんの中には女性たちがなぜ会社に騙されたのか疑問に思う方もいるでしょう。しかしそこには理由があったんです。その理由とはラジウム業界の嘘。
当時ラジウムを扱っていた様々な会社はラジウムの危険性を知りながら少量のラジウムは健康にいいと嘘の情報を流していたんです。そのため世間では健康食品としてラジウムを含む飲料水の製造機や歯磨き粉、牛乳などが広く出回っていました。そのため女性労働者たちもラジウムが口に入ることをポジティブに捉えてしまっていたんです。加えて多くの文字盤を塗れば塗るほど自分たちの賃金は増えるので、形が崩れた筆先をすぐに整えて作業ができるように女性たちは筆を口に含んだんです。仕事に勤しむほど体にはラジウムが溜まっていきます。夜道で体が光るようになった女性たちはゴーストガールという不吉なあだ名でも呼ばれるようになったんです。ひでえな。危険性分かってる上で健康にいいだね。よく言えたわね、本当に。売るためとはいえね、もうそんな嘘ばっかついて本当に悪質な会社ですよね。こんなね身勝手な会社のせいでこの後悲劇が起こってしまうんです。最初の死者。最初に犠牲になったのは24歳のモリー抹茶でした。モリーが最初に感じたのは歯の痛み。虫歯だと思って歯医者に駆け込んだんですが、虫歯は見当たらなかったそうなんです。そうこうしているうちに隣の歯も痛み始めました。歯茎は腫れ上がり、膿が溢れて止まりません。次第に痛みは体全体に広がっていったんです。あまりの痛みに歩くこともできなくなったモリーを医者はリウマチと診断しました。適当だな。モリーの歯は抜け落ち、歯医者が触った拍子に下顎の骨まで崩れてしまうんです。怖すぎでしょこれ。1922年9月12日、モリーを苦しめた病はリウマチとは思えない速度で進行し、彼女を死に至らしめました。その最後は口の中からの大量出血。喉まで広がった病が頸動脈を侵したんです。止血が間に合わないままモリーは短い生涯を終えました。でもかわいそうに。聞いてるだけで痛いわよ。しかしね、悲劇はねこれだけにとどまらないんです。この頃他のラジウムガールズたちも顎や足に痛みを感じていました。同じ職場で働く女性たちが次々に病に倒れていくんです。骨が異常に脆くなり、ちょっとしたことで骨折して歩けなくなったんです。また体の各所に巨大な腫瘍が発現、特に顎に大きな腫瘍ができる症状が目立ち始めました。彼女たちのがん発生率は急上昇し、一人ずつモリーの後を追うように亡くなっていったんです。当然女性たちは事態の異常さに気がつきます。みんな若くて健康な女の子だったのに、なぜ？ラジウムガールズやその周囲の人々はこの正体不明の病にかかる女性の共通点である職場ラジウム社に疑いを抱き始めるんです。しかしラジウム社はこの可能性を2年近く否定し続けました。それでも疑いは強まり、業績に陰りが出たところでついに調査に乗り出します。1924年、ラジウム社はハーバード大学の教授を雇い、自社工場を徹底的に調べてもらいました。ついに出た調査の結果は、工場は広範囲において放射能で汚染されており、労働者のほぼ全員が血液に問題があるというものでした。ラジウムを塗る作業と女性たちの死の関連性がついに証明されたんです。教授は工場での安全管理について指導する書面を作り、ラジウム社に対して女性たちが筆を舐めることを禁止するように通達しました。ちょっと2年先延ばしにされたのは納得はいかないんだけど、これで被害は止められるんじゃない？これがねそううまくはいかなかったんです。この調査結果を受け取ったラジウム社の社長はある行動に出るんです。その行動とは調査結果のもみ消し。もうクソすぎる。もう社長やめろそれ。社長は教授に調査結果の公表を禁じた上でお金を積んで新たに専門家を雇いました。そして最初の調査とは正反対の結果を発表させたんです。この事態に動き出していたニュージャージーの労働省に対しても大幅に書き換えた報告書を提出。そこには女性労働者たちの健康状態は完璧であると記されていたんです。それだけではありません。社長は医師にお金を払い、亡くなった女性たちの死因は梅毒であると公表させたんです。本当に最低ですよね。梅毒とは性行為で広まる感染症。最初の死者であるモリー抹茶が亡くなった時、死因が分からず困惑した医者は当時蔓延していた梅毒であると診断していました。もうほんと全員適当。ラジウム社はこの誤った診断を利用し、病気になったのは性に奔放な女性たちが原因であることを強調したんです。こうした行動の裏にはラジウムガールズの評判を落とすとともに、会社に申し立てをしようとする女性を抑え込もうというラジウム社の思惑がありました。社長は公の場で膨らんだ医療費のために会社から金をかすめ取ろうとする女たちと痛烈に批判したんです。こんなことまかり通ってたなんて、自分のさ妻とか兄弟とかね娘とかが同じような目にあったらなんて考えなかったの。本当にもうなんかね別に子供いないけどね娘がそんな目にあったらと思うともうね手出ちゃいそうですね。嘘にね嘘をね上塗りしてたんです。もうほんと許せないです。体を蝕まれながらさらに社会的に不利な状況に追い込まれていったラジウムガールズなんですが、彼女らはねここで諦めなかったんです。団結するラジウムガールズ。
亡くなったモリー・マッチャの同僚にグレイス・フライヤーという女性がいました。彼女も同僚たちと同じくラジウム中毒に苦しんでいたんです。しかしグレイスはこの苦しさを耐え忍ぶだけではなかったんです。労働組合代表の親を持つグレイスは会社の罪はきちんと追及すべきだと考え、覚悟を持って立ち上がりました。そんなグレイスに勇気づけられ、同じ犠牲者である4人の女性、エドナ・ハスマン、キャサリン・ショーブ、そしてマッチャの姉妹であるクインタ・マクドナルドとアルビナ・ラリスも加わりました。しかし調査結果がもみ消されたため、彼女たちの病とラジウムとの関連性を証明するのは容易ではないんです。世間にもラジウム業界が広めたラジウムは安全といった誤った認識が根付いてしまっているんです。しかもラジウムは被爆の開始から発症まで平均して5年前後がかかるんです。当時職業による中毒の被害者は2年以内に訴訟を起こさなければならない決まりがあり、グレイスたちの障害になっていました。あまりにも不利な状況のため、グレイスたちと組もうとする弁護士はなかなか見つからなかったんです。どの弁護士もラジウムと病気の関連性を信じなかったり、ラジウム業界を相手取る勇気がなかったんです。しかしラジウムガールズに追い風を吹く出来事が起こります。ラジウム社1人目の男性従業員の死をきっかけに、ハリソン・マートランドという医師が調査に乗り出したんです。マートランド医師は亡くなった女性たちの検視を行い、こう発表しました。彼女たちの体は棺桶でも光っている。怖っ。飲み込んだラジウムは体内に残り続け、絶えず放射線を放っていました。骨は穴だらけになり、彼女たちの体はすっかり侵食されていたんです。マートランド医師はラジウムが体に及ぼす致命的な害について公表しました。そして1927年、グレイスたちは2年がかりでレイモンド・ベリーという弁護士に巡り合い、無料で弁護してもらえることになるんです。しかしやっと弁護士を立てたグレイスたちに対して、ラジウム社の弁護士は様々な理由をつけて裁判の延期を要請。できる限り時間を延ばして原告側が亡くなるのを待とうとしたんです。裁判官はこうした遅延の要請を承認。後に判明した情報によると、この裁判官はラジウム社の株主だったそうなんです。こうした思惑の結果、裁判は数ヶ月にわたって先送りされました。ラジウムに侵されているグレイスたちにとって、その仕打ちがどんなに残酷だったかは想像に難くありません。1928年1月、初めて法廷に上がった時の彼女たちの余命はわずか4ヶ月。体は弱り、誰一人宣誓するために腕を上げることはできませんでした。結局グレイスと同僚たちはラジウム社との和解を余儀なくされるんです。生存している女性たちに和解金を支払う代わりに、ラジウム社は不正を認めませんでした。しかしグレイスたちの訴訟には大きな意味があったんです。それは世間の目をラジウム中毒に向かせたこと。長い戦いの中でグレイスはこう語っていました。私は自分のことよりも何百人もの女性たちのことを心配しているんです。今回の件が一つの例として彼女たちの役に立ってほしいと願っているんです。そう、全米にはグレイスたちと同じような環境でラジウムを扱う女性労働者が多数いたんです。メディアはこの訴訟を大きく取り上げ、アメリカ中に激震が走りました。グレイスたちを最後まで戦い抜いたって、ほんと立派じゃない、このグレイスたちのね、命を懸けた行動がね、なんと別の土地でも女性たちを奮い立たせることになるんです。立ち上がったもう一人の女性。ニュージャージー州のラジウムガールズの訴訟は新聞の一面を飾りました。イリノイ州オターに暮らすキャサリン・ウルフ。グレイスたちの記事を目にした彼女は激しく動揺した。なぜなら記事に書かれているラジウムガールズの状況がまさに自分と一致していたから。キャサリンが勤めていたのはイリノイ州のラジウムダイヤル社。ラジウム社と同じくラジウムを時計盤に塗装する事業を行っている会社だった。そしてキャサリンや同僚たちも会社に言われた通り筆を舐めながら仕事をしていたのだ。私も死ぬの？キャサリンと同じく報道を見た労働者たちは恐怖と怒りに震えたんです。しかしラジウムダイヤル社もまた自分たちの責任を否定しました。女性労働者には明らかにラジウム中毒の兆候が見られたんですが、ラジウムダイヤル社は医療検査の結果を改ざんして公表しました。さらに PR 活動にも余念がありません。ラジウムダイヤル社は地元の新聞に全面広告を出してこう訴えたんです。いかなる時も職場の環境が従業員の健康を損なうと信じられる理由があったなら、私たちは直ちに操業を停止するでしょう。女性たちが亡くなり始めると隠蔽工作も過激さを増したんです。ニュージャージー州でハリソン・マートランド医師が行ったような検視が行われては不都合だと、会社の人間が遺体を盗み出そうとしたこともあるんです。こいつらも倫理観ぶっ飛んでんわね、本当に。この状況でね、立ち上がったのがキャサリン・ウルフという女性なんです。1930年代になるとキャサリンの腰にグレープフルーツ大の腫瘍ができました。また最初の死者となったモリー・マッチャと同じようにほとんどの歯が抜け落ちて下顎の骨は崩れていたんです。そんな壮絶な痛みの中、同僚たちの死を見送ったキャサリンはもう怯えるだけではなかったんです。死が間近に迫る中、ついに決心をするんです。会社を訴えるわ。
この時も弁護士を探すのは非常に困難でした。無料で弁護を引き受けてくれた弁護士レオナルド・グロスマンに出会い、やっと裁判にこぎつけた時には1938年になっていました。医者はキャサリンが証言台に立つことを止めたんです。しかし彼女はその言葉を跳ねのけ、死の床から証言しました。その結果、裁判所が下した判決は女性労働者の勝訴。ラジウムガールズに捧げられた初めての勝利でした。ラジウムダイヤル社の弁護士は評決を覆そうと8回も上訴したんですが、最高裁判所はこれを認めませんでした。これはアメリカにおける全ての労働者の勝利でもあったんです。ラジウムガールズの事件によりアメリカに労働災害の保障が普及しました。さらに労働安全衛生局の設立にもつながり、年間の労働災害の件数が大きく減少する結果となったんです。100人以上が被爆により命を失ったラジウムガールズ。犠牲者でありながら強い信念のもとに労働者の権利を勝ち取った彼女たちに尊敬の念を抱きます。それと同時に今の時代にも利己主義の犠牲者はいるのではと考えずにはいられません。歴史の本に彼女たちの名前が記されることは少ないのですが、過ちを繰り返さないためにも決して忘れてはいけない話なんです。